多くの動画の中からご覧いただきありがとうございます。ドクターの皆さん、お待たせいたしました。本日開封するのは今年3月にグッドスマイルアーツ上海より発売されたアークナイツアーミヤ空に響く独走バージョン7分の1スケールフィギュアを開封してレビューしていきます。先に結論から言うと、このフィギュア出来はかなり良かったです。ただ実際に設置してみると少し悩ましいポイントもありましたので、後半で私なりの解決方法も紹介しています。購入を考えている方は参考になるかもしれません。概要はこのようになっています。ところで、この空に響く独走、皆さんどう読まれていますか？私は英語タイトルのソロアラウンドザワールドから勝手に空と解釈しているんですが、公式で明確な読みって出ていましたっけ？実はこのコーデ、2024年のアーミヤの誕生日に合わせて公開された医療コーデなんですよね。しかも医療アーミヤ自体、ストーリーを進めて解放しないと実装できません。今回はそんな背景も含めながらじっくり見ていこうと思います。ちなみに撮影時点ではまだ市場在庫も残っていて、アミアミさんではセール対象になっていました。ただ公開時には状況が変わっている可能性がありますので、その点はご了承ください。それでは開封していきます。前回の初音ミクバイカサンローバージョンと同様に薄用紙が巻かれているタイプです。中国での販売が中国語だけでないといけないために、日本での販売用にシールが貼られています。今回も窓のないブラインドボックスです。ブリスターを持ち上げようとしたところ、想像を超える重さ、思わず重っと声が出てしまいます。重量は 985g もありました。バイオリンケースで大半の重量を占めています。ブリスターのダボはほどほどの硬さといったところです。ただし重量があるためか、ブリスターの肉厚はそれなりに厚いです。上部と片側のダボは道具を使って開けた方が安全でしょう。パッケージのレイアウトは台座のバイオリンケース部分とアーミヤが補助ブリスターで分割されています。まずはバイオリンケースから取り出します。バイオリンケースの角度を出すスタンドを取り付け、私は F パーツを先に取り付けましたが、これは失敗でした。蓋を取り付けてから F を取り付けた方がスムーズでした。問題はこの2パーツです。これ地震が来たらヒンジがストレスで破損するのでは？外した状態で飾るという手法もあるでしょうが、それではこのフィギュアの醍醐味が薄れてしまいますよね。これは何か対策が必要のようです。肝心のアーミヤを取り出しますが、こちらは保護ビニールがしっかり巻かれているので、ほどいてから取り出します。装飾が細かいためか、粘着剤付きの保護剤で保護されていますが、こちらは慎重に外した方が良さそうです。雑に外すと細い部品を折ってしまいそうです。特に紙の部分ですが、剥がすきっかけが指では取っかかりが乏しくて、ピンセットで持ち上げて剥がしました。ブリスターに戻して休ませる場合はない方がいいかもしれません。そして小物類は一部がやはり開封時の飛び出し防止のためか粘着剤付きの保護となっていまして、特にバイオリンの弓は剥がすのが怖いです。慎重に剥がしましょう。帽子ですが、なんとマグネット仕様ではありません。位置決めもかなり微妙な感触です。アーミヤ自体もバイオリンケースのくぼみに合わせて乗せるだけで、特にマグネットで固定ということではありませんでした。そして小物たちをセットしていくわけですが、コーデ開放の初回特典だったうさうさノクターンが乗せるだけというのはともかくも、バイオリンも弓もあれだけ繊細な造形でありながら確実に固定させる仕様ではありません。バイオリンは比較的簡単でしたが、弓は角度が合わないと簡単に落ちてしまうため、位置決めが難しく、ほぼ完成写真に近い角度で設置しなければ保持することができません。これで完成です。これ地震来たらやばいです。震度4以上の揺れが来た場合、
落下や破損のリスクはあるかもしれません。この辺りは設計思想の違いもあるのかもしれません。おそらく上海側の企画では、日本のような地震頻度は前提条件として強くは置かれていないのでしょう。仕方ないですよね。ただ、それは責めるような話ではありません。我々の側もまた、別の地域の常識を当然として見落としていることがあります。いずれにしてもここは少し対策が必要だと思われました。それはレビューの後でお話しします。それではいろいろな角度から見ていきましょう。冒頭でも述べましたが、このアーミヤの元となったものは2024年12月23日から期間限定で販売された医療アーミヤ用の新コーデの告知イラストです。緊急メンテに入り、誕生日に合わせて実装する公式の粋な計らいに購入したドクターも多いのではないでしょうか。そのコーデで唯一の立体化がこのグッドスマイルアーツ上海のアーミヤです。イラストの完全再現ともいえる作品で、他の追随を許さない出来栄えと言っていいでしょう。数あるアーミヤのフィギュアでも特に気合いの入った作品と言えそうです。ただ、イラストの雰囲気を狂気の情熱で完全再現した結果、見る角度はある程度限定されそうです。また、帽子のつばが広いですから、光線状態では顔が暗くなってしまうかもしれません。塗装に関しても妥協のない仕上がりだと思います。これまでのグスマース上海の作品は非常にいい仕上がりと感じるものと、そうでもなかったかなと感じるものもありましたが、さすがにこのアーミヤにそんな妥協はありませんでした。予約したのは間違いではなかったと思います。発売後に在庫が潤沢かどうか今のところ正確に判断する材料はないのですから、これはいいものだと思ったら予約するのは絶対に入手するための唯一の方法です。非常に細かい衣装のパーツも別パーツ化してまでの再現で、この作品への熱量を感じます。バイオリンケースの塗装や造形も丁寧で、アーミヤのサインが入ったタグなど細かいところもしっかり作り込まれています。バイオリンケースがスポンジで挟む構造で梱包されていたのは、このタグを保護するためですね。細かい気遣いです。この保護ブリスターの設計も全部フィギュアに合わせたオーダーメイドですから、よくできていますよ。見えない裏側になる蓋の表側のプリントも美しく再現されています。ここはイラストになかった部分ですので、彩色師さんの創作か、あるいは公式からの指示に従っているのかもしれません。そういう理由はこのフィギュアの予約開始時期にあります。新コーデの配布期間中での予約開始というのですから、企画段階で関わっていなければならないことになりますから、版権確認に入る前に提案が出ていたかもしれないのです。そう考えると、公式側の意向だった可能性も視野に入ります。確かにこのコーデの配布はかなり公式の思い入れがあったと思われますから、可能性がないとは言い切れないのです。彩色に関しても文句のつけどころがなく、非常に丁寧な塗り分けがなされています。アーミヤのバイオリンはエレクトリック仕様なんですよね。ボディの感じがヤマハの YSV104 に似ています。ペグなどのデザインは違いますが、参考にしたのはこれかもしれませんね。弦が張られていますが、これは不用意に触るとブリッジから外れやすいのでご注意ください。弓を設置するときにわちゃわちゃした際に触れたらしく、気がついたらE弦がブリッジから外れていてやば。慎重にピンセットで無事に戻せましたが、注意が必要です。すぐ右隣にイラスト同様弓。最も設置がシビアだったのがこれで、どの小物もケースのわずかなくぼみを頼りに保持されるので、そこそこの深度で落ちそうなんですよ。落下して破損しそうなのは特にバイオリンですが、ダボやマグネットでの固定ではないので、精神衛生上はあまり良くはありません。それでは解決編に移りたいと思います。日本は地震大国です。しかも今世紀は地震活動が活発な時期に入ったと言われていて、大きな地震だけでなく
震度3以上の地震の頻度は多くなっています。そういう時期だけに、このフィギュアの固定方法は少々心もとなく、地震への対策をこれから講じていきたいと思います。今回、私が小物類の固定で採用したのはこれです。ダイソーの手芸コーナーで販売している滑り止め液です。主成分はアクリル重合体と水です。硬化前なら水に溶ける特性を持っています。アクリル強重合体と聞くとなんだか難しい樹脂のようですが、簡単に言えば目的に合わせ役割の違う特性を持つアクリル樹脂を複数合成させて作った樹脂のことです。ここでは完全硬化後にゴム状の弾力性と透明性という特性を持った樹脂です。またこの樹脂の特性として繊維のような粗いサーフィスに対しては染み込んで強力なアンカー効果を生み出す一方で、今回のような PVC 塗装面では強いアンカー効果が発生しにくく除去できることを確認できた点が採用理由です。事前にプラ板のマット面で剥離実験し、実際の塗装面でも剥離が可能だったことを確認して施工を行いました。似たような効果は酢酸ビニル系接着剤の木工ボンドでもできそうですが、硬化後の硬度や微細な凹凸にも強力なアンカー効果を発揮する特性から、今回は適さないと判断しました。これを万年塗料皿に少量取り出し、面相筆でごく少量塗り、硬化する前に設置して硬化させるという方法を取りました。この方法でフィギュアにはダメージを与えず、安心してディスプレイできるようモディファイしました。帽子の方はマスキングテープで小よりを作り、接触面に貼り付けて固定するという方法を取りました。蓋の方ですが、こちらはまだ作っていないので考え方だけ。こちらは見栄えから蓋の傾斜角を計測して、そのデータをもとにアクリルブロックを NC マシニングセンターで削り出したパーツをミュージアムジェルで固定して蓋を支えるというものです。3D プリンターで製作する方法も考えましたが、透明という条件が難しそうな気がします。透明レジンという方法も残っていますが、厚みが厚いということもあって硬化にはかなり工夫がいりそうです。フィギュアの出来は文句なしだっただけに、なぜマグネット仕様にしなかったのかとか、ダボ固定にしてと思わなくもないのですが、買ってくれるのは日本人ユーザーだけではないのですから、そこは感情的になってもいけないでしょう。次は改善してくれませんかとリクエストすることは有効ですが、感情に任せて強い言葉で言うことだけは避けた方がいいでしょう。この対策自体が正解というわけではありません。一つの考え方として参考になれば幸いです。もしこの動画が面白かったとかためになったと思われましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。